はい、皆さんこんにちは。今回作るのはこちらになります。皆さんはローンチパッドってご存知ですか？なんか EDM とかで、ボタンの色を変えたりとか、なんか音でいろいろ打ち込んだりっていう風にするものなんですけれども、こちらの、エフェクトのみをアフターエフェクツで、作っていくっていうチュートリアルになっています。で、このローンチパッドの本体は、シネマ 4D の方で作ったんですけれども、こちらは素材の方、説明欄のリンクでダウンロードできるようになっていますので、そちら使ってみてください。で、このエフェクトなんですけれども、これは、四角がいくつも並んでいるんですけれども、その四角の範囲の中にシェイプですとか、あと文字が、入った場合にこのランプが点滅する、エクスプレッションが発動するっていう感じになっているので、作りたいエフェクトを例えばトリムパスだとかキーフレームとかでスケールをなんか例えばシェイプとかを大きくしたり小さくしたりっていうエフェクトも、こちらに反映させることができます。はい、では始めていきます。ニューコンポジションを開いて、こちらの名前をランチパッドにしておきます。で、縦と横幅がですね663にしているんですけれども、これはなぜかというと、もともとの、本物の大きさですね、それが 27.2 センチなんですね。で、それで、この光らせたいボタンの幅だけの範囲にすると、それが20、いくつだったっけな、22.1 センチなんですね。で、22.1 センチを10倍にしてかける3にすると663なので、こちらの663にしておきます。で、デュレーションは、とりあえず15秒にしておきます。で、そしたらまずはですね、コントロール Y で変面を作っていきます。で、これは別にアニメーションに直接使っても使わなくても大丈夫なんですけれども、テストとして分かりやすいかなって思うので、こちらにフラクタルノイズを作って載せていきます。フラクタルノイズですね、こちらを載せて、コントラストは結構もう極端なに高くしちゃって大丈夫です。で、エボリューションをオルト押しながらストップウォッチをします。で、エクスプレッションでタイム ×200 にしておきます。そしたら、トランスフォームの方に行っていただいて、スケール大きくします。こんくらいで大丈夫です。で、そうすると今フラクタルノイズ動いてる状態ですね。で、こちらのフラクタルノイズを、プリコンプしちゃいます。で、これの名前をカラーマップにしておきます。はい、そしたら、次にシェイプレイヤー作っていくんですけれども、四角になっていることを確認してください。で、ダブルクリックして画面幅と同じように作っていきます。そしたら、リクテングル、長方形のタブを開いていただいて、で、トランスフォーム、長方形トランスフォームですかねを開いて、スケールがあるのでこちらを、11.3% にしておきます。で、なぜ 11.3% にするかというと、ランチパッドのボタンだけの範囲だと、22.1 センチなんですけれども、その中のボタンが、8つあって、でその1つずつの幅が2.5 センチにしてあるんですね。で、シネバ 4D 上ではで、その幅、ボタンとボタンの幅は 0.3 センチにしています。で、なので、22.1 で、ボタンの幅 2.5 を割ると、11.3% になるので、この 11.3% の数値を、使っています。で、これで、配布している素材の方を使っていただくと比率的にはぴったりになると思います。で、そしたらで、この四角を左上の方に持っていきたいんですけれども、数値をですね、このスケールの上のポジションですね、こちらを294の294に
間違えました。マイナス294の、マイナス294にすると、ぴったしになると思います。ですね、次に、長方形パスを開いていただきます。で、丸2ですかね、ラウンドです。ここを開いていただいて、で、この数値を40にしてもらいます。で、そうすると、角がちょっと丸く、分かりにくいんですけれども、こんな感じで角が丸くなりました。で、そしたら次にエクスプレッションを打っていきます。で、このコンテンツの長方形の塗りですね、こちらのタブを開いていただいて、カラーの、ストップウォッチをオルト押しながら、押します。で、そしたら、エクスプレッションを打ち込んでいくんですけれども、まず、カラーポイントで、その後イコールですね。で、そしたら、トランスフォームドット、ポジションで、セミコロンで開業します。そしたら次に、カラーイコール、このピックウィップでこのコンポジションのカラーマップにつなぎます。で、そうすると今情報が反映されました。で、こちらをやったらドット、サンプルイメージでカッコの中に、カラーポイントカンマで、このカクカクの四角いカッコを、打ってから40カンマ40にします。で、終わりですね。で、そうするとこんな感じで色が反映されます。で、これの意味としては、カラーポイントっていうのはこのトランスフォームの、ポジションのことですよっていう意味がまず1行目ですね。で、このカラー、この今回の、エクスプレッションに適用されているカラーっていうのが、このなんていうんですかね、プリコンプした、フラクタルノイズの方のコンポジションの、この色のイメージを、色のイメージから抽出してきますっていう意味で、カラーポイントは、40対40って40カンマ40っていうのは、この、適用するこのポイントに対してこのポイントのなんていうんですかね、半径というか、幅広さですね。大きくすれば大きくするだけ周りの色も拾っていくことができます。で、このシェイプレイヤーは、だいたい80くらいの大きさが一つのレイヤーなので、だいたいこの半分くらいの大きさで、拾ってくるようにっていうことで40と設定しております。で、これが終わったらですね、次にこのシェイプレイヤーを複製していきたいんですけれども、ユーティリティボックスというのを使っていきます。で、ユーティリティボックスは、無料でダウンロードできるプラグインなんですけれども、ダウンロード先を、説明欄の方にリンク貼っておいたので、もし興味ある方は使ってみてください。そのまま一つずつ並べることもできるんですけれども、すごいめんどくさいと思うので、こちらを使います。で、ユーティリティボックスはこの、このなんかレイヤーみたいなのが並んだようなマークですね。上の、左から3番目、こちらを、選択します。で、アマウントが、8ずつなので、縦横8どっちも打っていけます。ディスタンスが、ボタンとボタンの間が 0.3 で、ボタンが、2.5 なので 2.8 なんですけれども、このコンポジションのサイズ自体を30倍にしているので 2.8× の84ですかねにしておきます。で、クリエイトを押すと自動的に並べていくことができます。で、そしたらこれはもう閉じていただいて、このコントロール A を押して、コマンドで
コマンドを押しながらこのカラーマップのプリコンプだけ除外します。でこのシェイプレイヤーすべてを選択した状態でカラーマップの下に置きます。でそうするとこっちでいじりやすくなるので、ここから入っていろいろいじっていきたいと思います。でこっちはちょっと見づらいので非表示にしておきます。非表示にしても反映されるので大丈夫です。でそしたらでカラーマップの方をダブルクリックしていただきます。でカラーマップを、表示させたらこっちの方にドラッグ&ドロップすると、2画面で見ることができるようになります。でそしたら、私このボタンの周りの、ストロークを、消すの忘れちゃっていたので、こっちのコンプに戻っていただいて、ラウンチパッドの方のシェイプですね。で、これをコントロール A で全部選択して、で、コントロールをしながらカラーマップ以外に選択を、変更します。でそしたらこのストロークの方を0にしておきます。で、ちょっとアンカーポイントも気になるので、コントロールオルトホームでこっちに持っていきます。でそしたら、ちょっともうまた戻っちゃったので、もう一度開いてこっちに持っていきます。でこちらでいろいろいじっていくんですけれども、一旦このフラクタルノイズはいらないのでデリートで押しちゃいます。そしたら、シェイプアニメーションを作っていきたいと思います。シェイプアニメーションで、そうですね、じゃあ四角にしましょうかね。四角にしてタイトルアクションセーフつけます。そしたら真ん中の方から、コントロールシフトを押しながら、適当に四角を作っていきます。でコントロールオルトフォームコントロールフォームで真ん中に置いていって、で、このシェイプですね、こちらを、0フレームのところに持っていってから S でスケールを開いて、0のところでスケール0でストップウォッチをします。でそれで、そうですね、1秒のところに行ってから、スケールを大きくして画面いっぱいになるくらいにします。でそうするとこのような感じで徐々に、光っていくのがだんだん多くなっていくようなアニメーションを作ることができます。で、これにですね、この音楽とかを、載せてそれに合わせて、作っていくっていう感じにしていきます。でこの後はもう本当にすごいちまちま一つずつ手作りしていく感じなので、もう例えばシェイプレイヤーとかもこうやって線を引いてストロークこんくらいにするとして、で、トリムパスを適用して例えばじゃあ2秒でいいかな。でこっち一旦オルトカッコ閉じで消しちゃってから、これをオルトカッコにしてここから始めるようにします。で、スタートはですね、キーフレーム打って最初0なんですけれども、じゃあ2秒、例えばじゃあ20くらいのところで、100にして、こう最初線がある中からだんだんこうピピピピッとなくなっていったりっていう風な、エフェクトを作っていきます。でこれ全部やっちゃうとすごい膨大な量になっちゃうと思うので、これ以降はご自身で好きなようにアニメーションをつけてみてください。で、アニメーションを一通り作り終えたら、この元々のローンチパッドっていうコンポジションの方に戻ってきていただきます。
コントロール A で全選択してから、プリコンポーズします。こちらの名前を、パズとします。でそしたら、このコンポジションの、S を押してスケールを開きます。でスケールを95にします。でこれはスケールちょっとちっちゃくするのは、この後グローを入れていくんですけれども、グローの範囲を、余白を作っておかないと、ピタッとグローのラディアス半径がちょっと消えてしまうので、それを防ぐために少し小さくしています。でそしたら、エフェクト&プリセットで、エクストラクトですね、これ抽出になっていると思います。でこちらを適用します。でそうすると、これは、何も表示されていない時にこの一つ一つの四角が黒くなってしまうんですけれども、これを消したいので、この黒をなくせるくらいに、こっちの左のバーを持ってきます。であんまり白に近づけすぎちゃうと、色をつけた時に例えば濃い色とかだと一緒になんていうんですかね、色として除外されちゃうので、黒がなくなる程度で大丈夫です。この色味とかも見ながら調節してみるといいと思います。でそしたら、今度はこちらをまた再び、プリコンポーズしてライツと、名前をしておきます。でそしたら、こちらの名前をこちらのプリコンプをに、エフェクト&プリセットの、グローを適用していきます。で適用したら、そうですね、後で微調整するんですけれども、こんくらいですかね。80% の22ラディアス22のグローインテンシティ 1.2 くらいにしておきます。また後で変えると思います。でそしたら、カーブスでカーブスを次に適用して、このアルファ値の方を、このチャンネルのアルファですね、こちらをちょっとこう低くしておくと、なんていうんですかね、こう残像とかが映って少しなんていうんですかね、透明度的にはアルファ値的にはそんな高くないんですけれども、なんか例えば白と黒に切り替わる間のグレーみたいな感じのところを消せるので、こちらをちょっとこう下に持っていくといいと思います。そういうところがない場合は別にいいんですけれども、なんか速い動きとかで変に色が適用されちゃった時は、こちらの、グラフを調節しながら、様子見てみてください。そしたらですね、次にこの先ほど説明した画像を口に適用していきます。はい、適用しました。でそしたらごめんなさい、コンポジション設定ちょっと間違えてました。こちらは幅を、1920の、1080、高さ1080にしておきます。でそうするとこの画像とぴったりになると思います。で画像を下に置いて、でそしたらこれにもカーブを、適用しておきます。ちょっと明るすぎると思うので、こんくらい暗くしておきます。で、このライトの方なんですけれども 3D レイヤーにしておきます。でそしたら、ちょっと調節していくんですけれども、スケールが111くらいです。でそしたらですね、今ちょっと光っている部分が一部になっていて分かりにくいので、全部が映っている部分、時間のところまで、タイムラインを進めてい
で、P でポジションを開きます。で、位置は、まず1つ目が1051で、2つ目が594で、3つ目がですねマイナス25ですね。で、それで、R を押してローテーション開きます。で、ローテーション X がマイナスの35、Y が、マイナス 0.5 で、Z がマイナス19ですね。そうするとだいたいぴったりになると思います。で、最後に T で透明度を出します。で、80くらいにしておきます。で、そうするとこんな感じで、そうですね、90くらいでいいですかね。90にしておきます。で、こんな感じになりました。で、冒頭でお見せしたアニメーションの方なんですけれども、アニメーションのそのカラーマップのコンポジションの中のシェイプのアニメーションですねは、ちなみにこんな感じになってます。で、割と大きさとか形とか場所も結構ズレズレなんですけれども、ボタンに適用させることができればいいかなっていう感じで、もう一つずつ細かくやってたらキリがないので、こんな感じで作りました。雑ですねはい、チュートリアルは以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったよという方はいいねボタンお願いします。感想やご質問ありましたらコメントお願いします。チャンネル登録は右上のボタンからお願いします。SNS は説明欄のリンクあるいは右下の ID からフォローお願いします。ありがとうございました。